先日行われた大学入学共通テスト、科学の問題について出題ミスがあったのではないかと、大学入試センターに問い合わせをしました。その返事が返ってきました。ご覧ください。本設問においては燃料電池を動作させるにあたり、供給する物質と排出される物質の組み合わせを問うており、電気化学反応における各極での反応物と生成物を答える問題です。各極での反応物と生成物を答えさせることで、燃料電池の電極で起こる基本的な反応を理解できているかを問うています。発表された正解の通り、この燃料電池を動作させるにあたり、供給する物質 I と排出される物質 U への組み合わせとして最も適当なものは、丸4です。お示しいただいた論文における負極での水の排出は、燃料電池の構造上の物質移動によるものであり、燃料電池の各電極で起こる基本的な反応を理解するという高校の科学の学習の範囲から外れています。このため、丸6の回答は最も適当とは言えません。なお、教科書においても、複数社で本設問の模式図に類似の図が掲載されており、負極側から排出される物質として H2 のみが記載されています。この度は貴重なご意見をいただきありがとうございました。受験生の皆さんはこの返答を見てどうお感じでしょうか。納得できないところが2つあるのではないでしょうか。1つはこの赤い部分です。電気化学反応における各極での反応物と生成物を答える問題ですと書いてあります。各極での反応物と生成物を答えさせることでと書いてありますが、問題文にはそのようなことが書いてあるでしょうか。ご覧ください。問題文には生成物を答えさせる。生成物が何かということは一言も書いてありません。もう一つです。私が示した論文ですけれども、この論文については否定しておりません。負極での水の排出はというようなことで、肯定しているとも読み取れる文です。で、各電極で起こる基本的な反応を理解するという高校の科学の学習の範囲から外れていますということです。外れているかもしれませんが、問題で問うているのは、生成物を問うているわけではないんです。問題文には生成物という言葉は一言も書かれておりません。このように排出される物質を問うているわけです。排出される物質が何かということを質問するということは、これは電池の構造まで考えろということです。この質問そのものが高校の学習範囲を超えているということになります。また、高校の科学の学習範囲から外れていても、その回答が間違いと言えるでしょうか。科学というのはサイエンスの一部です。高校の学習範囲を超えていれば、そのサイエンスは正しいサイエンスでも誤答となってしまうんでしょうか。間違いとなってしまうのでしょうか。皆さんどうお考えでしょうか。